こんばんは。はるけです。今回はフューチャースターアイコンティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイソン選手、そして SBC 目標できている選手をティアリストにまとめてます。こちらの動画はアイコン選手のみのティアリストになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがフューチャースターアイコンで、来た選手たちのティアリストになってます。D には誰も入れていないという風なことになっていて、まずは C ですね。C はですね、クレスポです。フューチャースターアイコンのクレスポ。クレスポに関してね、44は変わらなかったという風なところは残念ではあるんですけれども、シュートが上手い ST になりますね。ただそれしかないというか、裏抜けとかも できるんですけど、爆速っていうほどではないという風なところですね。今週のプラスついてるのはね、いいところではあるんですけれども、長距離の今週っていうのはなかなか入らないなという風なところ、裏抜けをして、キーパーと1対1で今週で流し込むっていうことは全然できるという、そういう選手になりますね。個人的にやっぱり、そうですね、強化はされたんですけれども、他のアイコンの選手たちだったり、現役の選手と比べると、絶対クレスポじゃないといけないっていうほどの選手にはならなかったなという風な印象を受けますね。プレイスタイル面でもちょっと物足りなさはありますね。そして続いては B ですね。B はですね、ジェラード、そしてセードルフ、そしてプティと、この3名を入れました。まずはジェラードですね。ジェラードに関しては結構アップグレードをされたなという風に思います。もともとベースのジェラードからだと、かなり使えるようになっているという選手になりますね。パス面でプラス2つついているっていうのは素晴らしいなというふうには思いますし、能力的な部分でもシュートがね、結構上手くなっている。そしてペースも85まで上がりましたんで、いいなというふうなところですね。ただどうしても重たさが残っていたりとか、守備に関しても、それなりできるっていう風な選手にはなったという風なところですね。個人的にプレイスタイルのところで守備のところがなんかついてたらよかったなという風には思うんですけれども、攻撃的な、特にシュート、抜け出した後のシュートっていうのはしっかり決めてくれる選手になりますので、ちょっとデブライネチックな、そんな中盤になったのかなという風に思いますね。かなりね、使えるようにはなっていて、個人的には全然 B ランクに入っていてもおかしくないと思いますね。そして続いてはセードルフですね。セードルフに関しては、ボランチの選手、CM の選手として守備が上がったっていうのが素晴らしいなと、思います。特にインターセプト面がですね、89もありますので、いいなというふうには思いますね。で、ある程度、中盤の中では持てる方かなというふうには思いますし、パスもつなげるという選手になります。で、シュートに関しても、決定力こそね、ちょっと低いですけど、シュート力だったりとか、レースはあるので、全然この人も抜け出していった後のシュートっていうのは、まだ決めれる方だというふうに感じますね。個人的にペースがもうちょっと上がればっていう風なとこだったりとか、プレイスタイルの部分ですね。パワーシュートのプラスはね、結構本当に人によるというか、使う人使わない人いるんで、ここのプラスが何か違うのがついていたりとか、あとはプラス2個ついていたらより良かったのかなというふうには思いますね。でそして続いてはプティですね。プティもですね、思った以上に強化をされたなというふうな印象を受けます。特にペースがね、プラス3上がりかな。82まで行きましたし、守備がちゃんとできる選手になります。予測のプラスがついたことで、より本当にボランチの選手で相手の、攻撃の目を摘むという、そんな力があるので、非常にいいなというふうに思います。で、またドリブル自体はどうしても重たさが、あるんですけれども、早めに叩くことができれば全然まだいいかなというふうなところですね。ただ視野がちょっと、低いので、なんですかね、ラストパスを送る、そんなスルーパスっていうのはちょっと難しい選手になりますね。個人的に重たいボランチでもいいっていう方だと、プティはすごく活躍をしてくれるんじゃないかなと思います。守備に関しては、結構良くなったなというふうには感じますので、おすすめですね。でそして続いては A ですね。A はですね、ロベルト・カルロス、そしてルーニー、この2名を入れました。まずはロベカルですね。ロベカルに関しても、普通に強くなったなという風な印象を受けますね。
プレイスタイルプラス2つ付きという風なことで、デッドボール、そして、容赦なし2つ付いてるってのはいいなという風に思いますね。フリーキ受ける方にとっても嬉しいプレイスタイルと能力なんじゃないかなと思います。そしてサイドバックとして、守備面だったりとか、あとはペース、スピード面っていうのもしっかりと強化をされましたので、いいなというふうに思います。フィジカルに関してもね、85まで、行きましたし、積極性も87あってですね、いいなというふうに思います。単純に、ドリブルで運ぶっていうこともできる、攻撃参加しっかりできる選手にはなりますし、若干ね、パス面がちょっと能力的に物足りないなというふうには思うんですけれども、プレイスタイルの豊富さ、ラピッドとかクイックステップだったりとか、あとはクロスのね、やつもついてはいますし、かなり強い強化ロベルト・カルロスが来たなというふうに思いますね。で、そして続いてはルーニーですね。ルーニーはですね、スキルが3から4に上がってます。やはりこう変えてきましたし、能力的なアップグレードってもしっかりなされているという選手になりますね。特にペースが速くなってるかな、94まで、上がりましたし、シュートのうまさっていうのはしっかりある選手になります。若干重たいんですけど、そこまでめちゃくちゃ持てないっていうわけではなくって、フィジカルも強いので、結構相手を背負うことができるという、そんな選手になりますね。で、個人的にやっぱりね、プレイスタイルプラスの部分、トリベーラのプラスがね、やっぱこの先ちょっと、ね、ナーフされるっていう風なアップデート情報があった中で、これがついてきたっていうのはね、残念だなっていうのは思います。やっぱクイックステップとかラピッドのプラスとか、ついたらよかったなっていうのは思うんですけれども、ちょっとこのプレイスタイルプラスのところだけ残念やったかなと、思います。ただスキル逆足ともに4でもいいっていう方はですね、めちゃくちゃルーニーは使えると思いますし、活躍はしてくれる、そんな選手にはなりますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、ロナウジーニョ、そしてマルディーニ、この2名を入れました。まずはロナウジーニョですね。ロナウジーニョはキャムの登録に変わっていて、プレイスタイルプラス2つ付きと、トリックスターとクイックステップという風なことになってますね。で、他のプレイスタイルだとテクニカルだったりとか、今週だったりとかもついているという風なところになってます。能力は凄まじいですね。スキル逆足も、いい上に、もう何でもできるという、そういう選手になってます。ドリブルだったりとかの軽さがありながら、速さも単純にあって、パスでも違いが作れる。そしてフィジカルも保険で持っているという選手。で、シュートもめちゃくちゃうまいっていう選手になりますので、もうアタッカーとして、もう最高峰の選手になりますね。正直、ベースとかサンダーストラックでも最強だった選手がそこから強化されたという風なことになるので、もう何にもないですね。もう最強以外の何もでもないという風な選手になってますね。で、そして続いてはマルディーニですね。この選手も非常にやっぱり強いですし、プレイスタイルプラスの部分でインターセプトのプラスとクイックステップがついたっていうのは非常にでかいなと、いうふうに思います。ダイナスティだったらインターセプトだけだったと思うんですけど、そこに今の現環境のカードとしてクイックステップがついたっていうのはセンターバックとしてこの人もともとペースもねしっかり89かな、能力高い上にクイックステップついてるんで本当に素晴らしいなと思います。で、かつディフェンス能力ってを見てもらうと、もうむちゃくちゃ高いし、フィジカルも、十分あるという選手になりますね。で、かつそんな選手がビルドアップのパス面もね、めちゃくちゃうまいし、本当にロングパスとか、サイドチェンジ、逆サイドに振るっていう力も持っている。で、逆足も4という風なことですね。なので本当に素晴らしいし、予測がね、ないっていうことが若干人によっては、残念やなって思う方もおられるかもしれないんですけど、マルディーニに関してはもう関係ないですね。別に予測がついてないけど、ちゃんと取るし、ほんと吸い付くように、ボールにしっかり行くことができる選手にはなるので、もうこの人も、もうトップオブトップのセンターバックだなというふうに思いますね。こちらがフューチャースターアイコンのティアリストになります。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。